皆さんこんにちは、車愛です。先日、ランクル250のファーストエディション VX が当選して納車待ちなのですが、その前にアルファードが納車されました。 Z グレードのハイブリッド車です。実はですね、買ってたんですよ、アルファード。もうね、1年待ちましたよ。長かった。1年も待ってる間にランクルに浮気しちゃってましたが、そんな時にですね、ちょうど納車日決まりましたと連絡をいただきまして、ようやく会うことができました。1年でも長かったと思うので、ランクル300は 3,4 年待ちとかも聞きますし、ランクル250も最大2年待ちぐらいなので、いやー長いですよね。でもその分納車の喜びもひとしおですよね。ということで、前置きがちょっと長くなりましたが、このお車、すでにもう皆さん知り尽くしていらっしゃると思いますので、今回は私がつけたオプションや気になった点をメインにご紹介していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。チャンネル登録お願いします。まずはフロントです。グリルの中心にはアルファードのエンブレムがなくなり、大きなトヨタのマークが存在感を放っています。迫力のある大きなグリルは、黒い部分はラメっぽくなっていて、メッシュパターンのデザインが洗練された印象とダイナミックな雰囲気を醸し出しています。横長の三眼 LED ヘッドライトは L 字型のメッキでシャープな雰囲気を演出していて、グリルと連結するクリアランスランプとウインカーが先進的でスマートな印象を与えています。コーナーリングランプもついていて、ウインカーと連動して点灯し、曲がる方向を照らしてくれます。そしてフォグランプの周りのこのメッキがアクセントとなり、全体的に力強さと高級感を融合させたデザインになってるなぁと感じます。ボディカラーについてですが、購入の際、白か黒ですっごく悩んだんですよね。先代よりもグリルにメッキのギラギラ感がだいぶなくなって、黒く落ち着いた印象に見えたので、白い方がグリルが映えていいんじゃないかなとか、汚れや傷のことも考えると白がいいかなって思っていたんですが、でも悩んだ末にここはあえて黒にチャレンジしてみようということで、勢いで黒にしてみたら、もうすっごくかっこよくて黒で良かったなと思っています。それではサイドを見ていきましょう。アルファードのエンブレムがここにあるので、乗り込む際にこのエンブレムを見ると、アルファードを所有してるんだなぁと実感し、特別な気持ちになります。このキリッと鋭角のモールが前方と上に向かって後方のリアスポイラーまでつながっていて、ダイナミックな印象を与えていますよね。ここで私が感じた今回の魅力ポイントが B ピラーです。こちらの画像は私が以前乗っていた20系ベルファイアですが、20系も30系もこの部分が末広がりのようになっていて、窓がこのように斜めになっていたので、運転席から左側を確認するときにちょっと視界を邪魔するなぁといった印象だったのですが、今回はここの形状がストレートになり、窓もシンプルな長方形になったことで目視確認がしやすくなったなぁと感じました。リアに回ってみますと、翼のようなテールランプが印象的で、中心からサイドに向かって赤の濃淡がグラデーションのようになっていてかっこいいです。アルファードのロゴも最近のトヨタで流行りのここにロゴが入っています。このメッキ部分もサイドと統一感があって、リアの姿のアクセントとなっています。それでは内装を見ていきましょう。数日前に納車したばかりで、じっくり見るのもじっくり運転するのも今回が初めてなので、ビニールなどそのままの状態になっています。いやー本当に豪華です。木目調のパネルや上品なブロンズスパッタリングの過色が随所に散りばめられていて、こういった吹き出し口にも惜しみなく採用されていて、本当に豪華絢爛という言葉がぴったりな内装だなぁと感じます。ここでちょっと気になった点があります。運転席側と助手席側のここのアシストグリップがなくなっています。先代まではここにアシストグリップがあって、
20系に乗っていた時に必ずこのグリップを使用して乗り降りしていたんですね。私は身長がかなり小さいので、これはマストアイテムだったのですが、今回は排除されているので、ここの上の部分にアシストグリップあるにはあるのですが、こうパッと掴む時に折りたたまれてるとパッと掴みづらいので、どこを掴んで乗り降りすべきか模索中です。ハンドルも握った瞬間に、木目のパネルの感じが気持ちいいと、すごく心地よくなりました。だいぶ前に乗っていた180系マジェスタの木目のハンドルを握った時ぐらいの感動が蘇ってきて、これもとってもテンションが上がります。それではここで私がつけたオプションについてご紹介します。まず1つ目、ヘッドアップディスプレイです。これがあるとすっごく便利なんですよね。まだ全然使い倒すほど乗っていないのですが、横から車が来るから気をつけてねといった注意喚起の表示や、信号が青になったことに気づいてない時にお知らせしてくれる表示がされるので、目線を下のメーターに持っていく必要がないのでとっても便利です。続いて2つ目、こちらの自動駐車をサポートしてくれるアドバンストパークや渋滞時に支援してくれる機能が使えるトヨタチームメイトをつけました。そしてですね、納車してから気がついたのですが、あれ？シフトノブこんなスタイリッシュなタイプだったかなと調べてみたら、このトヨタチームメイトをつけるとシフトノブがこちらの形状からこちらのタイプに変更になるんですね。これは嬉しいなと思いました。次は3つ目、デジタルインナーミラーです。これも今まで私が乗ってきたお車にはなかったのでつけてみたくて、これは抜群に見やすくて便利です。4つ目はムーンルーフです。これも絶対につけたかったオプションで、以前乗っていたクラウンやベルファイアもムーンルーフ付きのものを選んで乗っていたので、この開放感が本当にテンションが上がるんですよね。といっても今回は運転席の上部にあるわけではないので、後席での開放感は抜群にいいんだろうなと思います。またムーンルーフをつけたことで後席すべてのサイドシェードが本来 Z グレードでは手動なのですが、このように電動となります。これも高級感がアップして嬉しいポイントです。欲しいものは全部つけたので大満足です。後席にも座ってみるととにかく広く、シートもまるで飛行機のビジネスクラスのような重厚感があり、シートヒーターやシートクーラー、リクライニング、オットマンもついていて、至れり尽くせりのシートとなっています。さらにはこことラゲージルームに 1500W コンセントがついているので、このようにドライヤーで髪を乾かすこともできます。これはもう車というよりはお部屋ですよね。住むこともできちゃいそうなくらい快適な空間です。3列目にもウォークスルーしやすく、座ってみますとこれまた座り心地のいいシートです。さらに3列目でもこの余裕の広さ、一応7人乗りではありますが、大人6人が乗ったと想定しても全員が快適に過ごせるシートと空間です。私なんて横に寝ることができちゃいます。それでは運転してみます。これだけボディサイズが大きくてもアラウンドビューモニターや注意喚起のお知らせ機能もあるので運転しやすいです。また一番驚いたのがこちらのプロアクティブドライビングアシストです。これがかなり優れもので、先行車に近づいてくると近づきすぎないように減速してくれるんです。感覚的な感想で言ってみると、自動でブレーキかけてくれてるといった感じで、これは感動しました。ただもちろんこれを 100% 当てにすることなく、きちんと自分でブレーキ操作するという前提ですが、万が一の時にも役立つ機能の一つですよね。そして私の後ろには誰も乗っていないラグジュアリーな豪華空間が広がっているわけですが、この車は後席に乗るのが一番いいお車ですよね。後ろに乗る方をおもてなしするお車といった感じです。その意味もあるのか、ドライブモードに関してはエコとノーマルの2つしかないので、運転する身としてはスポーツもあったらいいなーなんて思ってしまいましたが、いかがでしょうか。あ
と、オプションで付けたアドバンストパークですが、以前クラウンセダンのレビューをした時に体験してみたのですが、コツをつかむまでにちょっと時間がかかりまして、今回も狭い駐車場でチャレンジしてみたところ、入れたい場所と違う場所を認識したり、まだ自分が使い慣れていないのでうまくいかなかったので、結局普通に駐車したのですが、サイドミラーもリバース連動式なので下へ下がってくれますし、カメラもサイドと真上からのビューが見れるので、とっても駐車しやすかったです。本日は納車したての新型アルファードを簡単にご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか。もっと細かく見てみたいよという方はコメントに書いていただければ、たくさんコメントが集まりましたら詳細レビューもしてみたいと思います。このチャンネルでは車の紹介をどんどんしていきますので、わかりにくかった点、もうちょっとこうしてほしい、ここが知りたい、あの車を紹介してなどコメント欄にじゃんじゃん書き込んでいただけると嬉しいです。またチャンネル登録と高評価も押して応援していただけるととっても励みになります。一番細かく一番わかりやすく車を紹介するチャンネルを目指していきますので、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。